年間1000展示以上のアート巡りを通してアートな視点を楽しむチャンネルです。今回は話題のこの展覧会、これ動画の最後に AI と対話型鑑賞してみます。他にも靴屋にアート、そしてこれどういうことってアートも。他にも東京表参道で8つの展覧会を回ります。音楽ライブも。チャンネル登録お願いします。高輪ゲートウェイに来ました。なんかイベントやってますが、私の目的はライブです。Coffee break するかな。さて、夜も同じ会場でライブですけれども、それまで3時間弱あるんで表参道でアート巡りします。まずはここギャラリー KTO 原宿。梅沢和樹さんはネット上の画像をコラージュする作家さんですが、今回はリコーの 2.5D の印刷技術を用いた特殊な作品です。なんかボコボコしてるの分かりますか？印刷技術なんですね。徒歩1分 YOD 東京へ。徒歩5分ディエゴ表参道へ。この北林加奈子さんはこれまで籐に異素材を組み合わせてきた作家さんけど、今回はあえて籐だけで勝負してます。なんかちょっとね、チーズみたいで美味しそうって思っちゃったんだけど、お腹空いてたのかな。さて、表参道のメイン通りから1本入って新しくできたあの店にアートがあるらしいんで行ってみました。ドクターマーチンです。徒歩9分、いよいよ楽しみにしていたファーガス・マカフリーへ。あなたはこの作品どう感じますか？アーティスト自身そっくりな2体のキャンドルが壁をぶち抜いて向き合ってます。
これ久々に AI と対話型鑑賞しようかなって思ってます。動画の最後にやるので一緒に楽しんでもらえると嬉しいです。一つの作品を10分も20分もじっくり鑑賞したり、人と対話しながら鑑賞するってなかなかないですしね。以前はなかった地下にもギャラリーが広がってました。こっちも面白いですね。ユーモアが感じられる作家さんです。徒歩6分、コムデ・ギャルソンのあるビルの4階へ。新宿や名古屋でも見たことのある作家さんの展覧会へ。とてもインパクトあるんで覚えてました。作家さんに作品についてちょっとドキッとする話を聞きましたけど、ちょっとここで言うのはやめておこう。命についてとかいろいろ考えさせられました。徒歩3分、これは外から見るギャラリーです。ビルの2階や3階にも作品が見えます。さあ徒歩4分、アニエス・ベイギャラリーブティックへ。これ段ボールに見えるけど、これ木彫りですね。牛とか鳥とかハエとか、命の循環や食事、消費についてなどを考えさせられます。さて、高輪ゲートへ戻ります。さてさて、 AI と対話型鑑賞しましょう。あなたはこの作品どう感じますか？まず目に入ったのはあの頭の溶けてる感じだね。普通の人っぽいのに頭がロウみたいに崩れてて、
時間とか存在の儚さがずんと伝わってくる。でも立ち姿は妙に堂々としてて、消えていく自分を受け入れてる感じがしたよ。確かにね、なんかこれアーティスト本人のそっくりなろうそくなんだけど、でしかももう一体の自分と向き合ってるっていう感じも興味深いよね。結局消えると分かってても、自分自身と向き合うことは最後まで誇りを持つってことかもしれないね。自分に向き合うことは誇りを持つことってどういうこと？例えば自分が消えていく運命を直視して、それでも目をそらさずに立ってることかな。ああ、なるほどね。そう、なんか終わりがあるからこそ、その姿をちゃんと見つめて、最後まで自分らしくいるっていう意味で堂々とした誇りなのかもしれないね。なるほどね。このホカオネオネのこのスニーカー、このブランド名までちゃんと詳細に作り込んでて、すごいリアリティがあるよね。そう、ブランド名まで再現してるのが象徴的で、今の自分っていうリアリティを強調してるよね。だからこそ、そのリアルさと消えていく儚さのギャップが余計に響くんだよね。そうだね。なんかこれがすごい抽象的だったらもうちょっとほわっとするけど、顔もすごいリアルで、このわざわざ他のこのブランドまで出しててとか、服とかもリアルで、そういうのが人が消えていくっていうことのリアリティを出してる感じするよね。まさにそうだね。リアルだからこそ、見る側もこれ自分かもしれないって一瞬思わされる。ただ抽象的に消えるじゃなくて、現実の今を持ったまま消えていくっていうリアリティがすごく突き刺さるよね。あとはさ、このやっぱり壁がぶち抜かれてて、ここ私もよく行ってるギャラリーなんだけど、まさかね、この真ん中の壁をぶち抜くと思ってなくて、その壁をぶち抜いて穴が開いてて、それでこの2体同じこのアーティスト本人そっくりのキャンドルが向き合ってるっていう、これ興味深いよね。これどう思う？その壁をぶち抜くっていうのは、まるで見せたくない内側を暴いてるみたいで面白いね。要は普段隠してる自分と対面せざるを得ない状況にしてるわけで、自分自身と向き合う覚悟を問われてる感じがするよ。なんか私も思ったのは、なんかその壁をぶち抜いてまでも向き合えとか対話しろみたいな、なんかそういうものを感じたかな。鏡みたいに見えるよね。だから似た存在とか自分自身なのかともっと対話しろ、向き合えみたいな、そういう強いメッセージみたいに思えてくるね。そうだね。まさにその壁の穴は、自分から逃げずに向き合えって言われてるみたい。結局は対話することで理解が深まるっていうメッセージなのかもね。その過程で溶けていくのも一種の自己変容かもしれないよ。自己変容ね。他にこの作品見て何か気づいたこと、感じたこと、想像したこととかある？そうだな。後ろ姿の背中に垂れたロウも気になったよ。まるで時間が積もってるみたいで、過去の自分も引きずりながら、それでも立ってる感じがしたんだよね。過去の自分を引きずってる感じか。過去を捨てなきゃいけないわけじゃないけど、過去にすがってる感じはちょっと嫌だよね。確かに過去は大事だけど、それに縛られすぎると前に進めないよね。この作品は過去も今も全部抱えつつ、それでもしっかり立ってることを伝えてるのかもね。でもやっぱりずっとキャンドルがついてて、溶けていくんで、変わり続けるっていうことがすごい重要で、自分が変わり続ける、世界が変わり続けるわけだから、自分も変わり続けなきゃいけないし、あと変わり続けなきゃじゃなくてもう変わっていってしまうから、なんかそれを受け止めたり受け入れたり、あとは変えていくことっていうのも大事かなとか。そうだね。変わることって自然だし、それを受け入れることが
むしろ強さだよね。この作品も溶けていく姿をあえて見せることで、変化を恐れずに歩むことを問いかけてるのかもしれないね。あと他にはなんか作品見て感じたこととかある？そうだな。全体の色合いが淡くて静かなのに、頭の中だけが燃えてる感じ。そこに見えない心の葛藤があるように思えたよ。静かに立ってるけど、内側は燃えてる。そんな二面性が印象的だったかな。なるほどね。確かにもっと派手な服の色とかもう別にできなくないだろうしね。スニーカーだって青いわけだから。だけど服とかすごい淡い色だね。確かにそれによってこう頭の中がメラメラ燃えてる感じは強調されるかもしれないな。作家の中に燃えるものがあるのか、発想とかアイデアとしてこうパッとこう光ってるものがあるのか、なんかそういうものを見せられてる感じもしてくるよね。これだってこの作品をさ、もう誰が見てもなんか全く無視ってできないぐらい興味は湧くよね、誰でもね、これはね。確かにあの頭の燃えるインパクトは誰でも目を引くよね。他にもさ、なんか意外な視点とか意外な捉え方とかなんかないかな。じゃあちょっと逆に考えてみると、この燃えてる頭は意外とポジティブかもね。燃えて溶けることで新しい形になるとか、むしろ次の自分が生まれるっていう再生のメタファーかもしれない。だから燃えるのは終わりじゃなくて次の自分への始まりみたいな解釈もありかも。なるほどね。ちょっと違うかもだけど、なんか頭を柔らかくするっていう捉え方もできるね。固まってるろうから溶けるっていうんで、なんか柔らかくなるというか、なんかもっと頭を柔らかくして考えるみたいな、そういう風にも捉えることできるね。それ面白いね。もっと自由に考えろってメッセージかも。そうそう、なんかまあ言ったらこれもっと溶けて、頭だけじゃなくて体も溶けてってなっていくんで、まあ形はまあ自由自在になれるっていうか、まあ何者にでもなれるみたいな、そういう捉え方もできるかもね。そうだね。溶けることで形に縛られなくなって、むしろ何にでも変化できる存在って捉えられるね。だから今の自分に縛られないで、もっと自由に新しい自分を受け入れていいっていう前向きな可能性だね。あとはさ、間違い探しっていうこれタイトルなわけ。考えてみたらさ、日本語だとそういう間違い探しって言うんだけど、まあ、間違いっていうか違いだよね。だからなんか不正解、間違いじゃなくって単なる違いで、これがさ、なんかこの社会の中でも自分と違う人は間違ってるとか、なんかそういう風に捉えられちゃうことってあるけど、まあ単なる違いだよねっていう。まさにそれ、いい視点だね。間違いじゃなくて違いを見つけるって考えれば、自分と違う存在もただのもう一つの姿として受け入れられるよね。さあ、対話型鑑賞はここまで。あなたはこれ聞いてどう感じましたか？作家の意図は関係なく、あなたが作品に感じることやこの対話に思ったことなど、ぜひコメントもらえると嬉しいです。今回のアート巡り、どれが気になりましたか？コメントや高評価、ハイプしてもらえると更新の励みになります。過去に AI と対話型鑑賞した動画も概要欄にあるので、ぜひ見てみてください。また次も一緒にアート巡りできるようチャンネル登録お願いします。